はい、剥がれました。はい、キーボード取ります。
はい、できました。結構時間かかるね。でもまあ一個ずつやればできんことはないね。はい。あとは組み立てです。マザーボードを組み付けて動作確認中に、あることに気づく。キーボードが、くにゃー、と、異常に柔らかいことを。キーボード交換後に発覚した問題点。キーボードの合成不足。軽く押しただけで、このへこみ。これは重症だ。長時間かけてプラ溶接したのに、時間を返してください。キーボードが動いているよ。キーボードが宙に浮いているかのように。キーボードの合成不足を対策します。両面テープを貼ります。サランラップでマスキングします。余分なところをカットします。鉄板フレームをマスキングします。シリコンで隙間を埋める作戦です。シリコンを塗布します。リベットの付近に塗布しました。鉄板フレームを乗せます。固定します。24時間で硬化します。瞬間接着剤で仮止めしました。シリコンは硬化してるよ。まだキーボードの隙間あるし、シリコンの量が少ないですね。今度はシリコンを多めに塗布しました。鉄板フレームを乗せて固定。24時間で硬化します。たくさん塗布したので、広範囲の隙間が埋まるでしょう。マスキングを剥がせば元に戻るし、やり直しができます。結露が起こるとやばいので、穴を開けます。シリコンで隙間を埋めた鉄板フレーム、完成しました。フレームを組み付けます。プラスチックリベット溶接のコツが少し習得できたかも。
80箇所もプラスチックリベット溶接したから少しはマシになるでしょう。下の母材が溶けないと全く強度が出ません。下のパームレスと樹脂が溶けないと強度が出ません。ハンダゴテで溶かした樹脂を広げてください。樹脂をリベットの穴より大きく広げてください。冷えて固まるまでお待ちください。こちらはプラスチック溶接棒を少し足した場合です。プラスチック溶接棒が少量なので、短い作業時間で終われます。リベット頭の肉厚が薄くなりやすいです。でも、リベットの頭の肉厚が十分あればこれでいけそうです。次回キーボード交換が必要になったとき、プラ溶接棒を溶かし込むやり方をすれば、また同じ方法で修理できるでしょう。しかし、溶接棒を入れないやり方では、キーボードを剥がすたびに、リベットの部分が減っていき、強度が出ないでしょう。2回目以降の交換ができるのか疑問です。まあ、接着剤で留める方法もありますけどね。このパームレストの素材は ABS 樹脂とポリカーボネート樹脂とのハイブリッドになります。なので ABS 樹脂とポリカーボネート樹脂に適した接着剤を使えばできそうですけど。でも接着面積が小さいんですよね。接着面積が小さいのに強度が出せる接着剤があればいいんですけど。瞬間接着剤を使うと硬くなり、迅性が失われるんですよね。液晶の開け閉めでパームレストのヒンジ部に結構な負担がかかってるんです。なので、瞬間接着剤で補修した場合、いずれリベットがパキッと折れないかなと思ったりして。これ、素人の自分の意見です。実際にやったことがないからわかりません。リベット部分にプラリペアを使用することも考えたんですよね。プラリペアは液体を使いますので、リキッドがキーボード基板に流れ込んで、腐食やショートを起こさないか心配なんですよね。接着面積のことを考えたら、プラ溶接が一番マシじゃないかと結論が出ました。それに、再修理もできるし、また、キーボードが故障しても安心です。ただ、修理時間がすごくかかります。キーボード交換を修理屋に頼むと、工賃、いくらですか？工賃によるけど、リベット溶接が早くできるなら儲かるかも。リベット溶接遅いなら赤字確定ですね。赤字にならないように工賃を設定しないと倒産するよ。ここまで動画を見てくれた視聴者さんのためにアップ映像で見せます。パームレストを溶かします。溶接棒を溶かします。溶かした溶接棒を山盛りにします。山を平らにしないように頑張って山盛りをキープします。山のてっぺんが穴の中心に来るようにコテで
操作します。言葉で伝えやすくするためのイメージです。山を押せば出来上がり。当然、強く押せばリベット頭の肉圧が薄くなるよ。リベット頭の肉圧が欲しければ軽くへこませるとできるよ。リベット頭をへこませる量を調整してください。あと、溶接棒を盛る量を調整してください。注意。このやり方は素人の趣味動画投稿主のやり方ですので、プロから見れば間違っている可能性が大いにあります。なので、ご自分でやり方を見つけてください。修理記録動画ですので、効率化などはあまり考えておりませんので、参考にならないです。時間がない方や、お急ぎの方は、中古の動作品、キーボード付きパームレストを購入した方が良いと思います。新品の導電性布テープへ付け替えました。PC の分解で導電性布テープを剥がして再利用すると通電性が失われました。通電しなくなった。テープの通電確認します。通電しました。こちらはスイッチ基板。通電しました。静電気と帯電防止になるかも、効果はわかりません。上はキーボード交換したら合成不足、下はキーボード交換やり直しを。上は柔らかい、ふにゃふにゃしてるよ。下の方は硬い。これと同系統の中古 PC を購入して、キーボードが柔らかい場合は、キーボード修理交換してる可能性がありますね。ちゃんと修理されていることを祈ります。以前よりマシになりました。キーボードの合成不足は多分これが原因です。リベット溶接が非常に難しい箇所がありまして、赤丸のところは穴が小さいので溶接が難しいです。赤丸のリベット溶接ができればキーボードの浮きは少なくなる。でも穴が小さすぎて無理です。リベットの頭が多少出れば溶接できるんですけど、それを行うにはリベットが残るようにキーボードを剥がさないと。